悪やん。跡形もなくなってるボンゴが。それかわいいよ。多分トンネルだから。そうだね。いつもフロアジャックで2輪ずつ上げて交換してるけど、前回の湘南の時みたいなトラブルがいつあるかわかんないから車載ジャッキを使ってみる。これはレンチか。あ、くるくるするやつ。くるくる回るやつ。ボンゴ買って以来初めてかもしれない。そんなところにも。これ上にもない。これがハンドルか。結構いかついのついてるの。多分これをこうだくるくる。ジャッキポイントってのがあって、上げどころってこと。4駆と2駆で指定位置が違う。リアはバネの下。本当はよくわかんないけど、じゃあリアからやってみよう。このポコってところだ。なんこれ。何そのリボンみたいなやつ。これをね、1回でもやっとくといざという時に自分で対応できるからいいよ。ボンゴのトルクはシングルタイヤね。89から117、110ぐらいで締めとくか。これでいいや。オッケー。オッケー。ここや。チャンボンゴ、チャンボンゴ。対角線で次下。オッケー。チャイチャイ。それかわいいよ、チャイさん。いっぱい出たね。結構すごい。なんかね、まだまだある。巨大なブツが入ったね。結構満載よ。おはようございます。
発目の雪山にボンゴちゃんで行きます。ボンゴちゃんで。見てこれ、ごちゃごちゃ。雪山装備ごちゃごちゃ。スコップとかね。新しいパーカー準備万端ですよ。奥只見丸山スキー場っていうところ、多分日本でもトップクラスの豪雪地帯、スキー場があるんだけど毎年12月いっぱいぐらいで閉めちゃう。雪やばすぎて、で春にまたオープンするっていう。じゃあもうギリギリ滑り込む感じかな。ギリギリだね。じゃあ分かんない、今年はまだ雪が少なくて、全然余裕らしい。おお、芝浦三好パーキングエリア。これ好きだよね。武蔵野うどん。いやマジで太い。肉まんちょっと食べたい。これそこにもなんかある。これ1個ください。はい。540円です。すごい、ここで蒸しこれてんじゃん。作ってる。すごい。見て見て、めっちゃでかい。でかっ。やばい、超でかくない？達夫のコーヒー待ってる間にちょっと冷めちゃったじゃないか。飯食った直後にそんなでかいの食わないよね、普通ね。これから寒いところに行くから食べてもカロリーは消費されるんだ。カロリーゼロってことね。そう、今チャイのさ虚勢についてすげえ悩ましくなってて、そうだね。昨日出した湘南の動画で PNR っていう言葉が出てて、その言葉自体俺知らなくてさ、調べたら虚勢して地域猫として見守ろうっていう感じ。はいはい。で、猫って繁殖能力がすごくって1匹のメス猫が1年で70匹ぐらいになるらしいの。とんでもなく増えるよ。でそういう猫が保健所に持ち込まれて年間で28000匹とか殺処分されちゃうらしいの。そのほとんどが子猫。ちょっときついね、それは。そうなんよ。ただチャイ自身のことを考えると誘拐されて金玉そがれて、怖いよね。それがさ、もし自分だったらさ絶対嫌じゃん。完全に人間の都合らしいですよね。そう、完全に人間の都合なんよ。猫を飼ってなんか捨てちゃったりするのが一番の元の原因なんだけど、今そうなってる以上そこから増えることがまたさらに問題なわけじゃん。その殺処分をなくす取り組みとしてその虚勢をするっていうのが世の中的にはやるべきことなんだろうけど、それをチャイにやるっていうことを考えると結構心が痛む。俺はそうだね。チャイは野良猫だからっつって俺らが餌あげたい時だけあげるっていうのも、それだったらあげない方がいいんじゃないかとも思ってきた。なんか私は最初そう思ってたけど、餌もあげない方がいいんじゃないか。無責任にあげない方がいいんじゃないかって。そう、私はそう最初思ってる派だった。餌をあげた以上責任もちょっと生じるよね。近隣の人たちとの兼ね合いとかいろいろ問題になる場合もあるらしいから、その辺もちょっと慎重に考えないといけないなって思った。なのでコメントくれた皆さんありがとうございました。ありがとうございます。まだ出会ったばかりってのもあるし、もうちょっとチャイとこう対話を重ねてもうちょっと時間をかけて判断していこうと思う。さっきトンネルの中で群馬から新潟に県境を通り過ぎたので、もう新潟にいます。目の前にあるスキー場。この辺の山全部スキー場のはずだけど全く雪ないね。湯沢。ほいでここだね。久しぶりの雪道運転だ。ああ、今年初だね。変わる？ああ、後で変わる。でも奥只見ね、行くまではほぼトンネルなの。ああ、なるほどね。なんかダム工事用に掘られたトンネルをひたすら進むの。水噴射してるよ、地面から。やるね。道の駅湯の谷。すごい。イヌリン摂取しようか。あ、摂取しとこうか。なんかスキーのやつもあるよ。かわいい。でもこれ一回開けたら戻せねえからな。越後で候。冬限定だってよ。このお酒はね、要冷蔵庫でね。去年買ったこれがあるんで。
達夫がワイパーを変えてくれておるぞ。取れた取れたですかさず新しいの。いいですねいいですね。雪ワイパー。これが U パーク。おお、新そば。なんかスキー場もあるらしいここ。へえ。Thank you。今日のタオルは湯沢のタオルじゃん。メリークリスマス。リフトができたんだ新しい。お、漫画コーナーある。もうすごい。すげえ。バイバイ。じゃあよーし、技術の会場に向かいますか。向かいましょうか。モフモフになってきたら4区で行こうん。これはここ、あ、シルバーラインに入るんか。う。ああこれ4区だねこれ。なんかこれすごいね。大丈夫大4区丈夫。入れるわ。うん。 OK。 4区入りました。でもそっから多分トンネルだからそうだね、トンネルだね。これでまた2区に変えた方がいい。正解です。帰ってくる車多いね。多いね。渋いトンネルだ。トンネル終わった。おお、もう降ってる。なんかさっきと雪の深さが違う。新しい雪だわ。先に見える。揺れるな、揺れるな。除雪されてるねこの道。うんしっかうわー、揺れる揺れる揺れる。り。で FR じゃ登れねえや。うん。なんか埋もれてる車があるね。この車埋もれてるね。うん。あー、すごい。もう埋もれてる大丈夫これ。どかどか降ってる感じではないよね。だけどやっぱりこの雪がもう降ってあ、めっちゃ空回りしてる。一気に雪国に来たね。あ、動いた。おめでとうございます。よかった。これがフロントのやつです。ほんとここくぼみないっけ？ない。ない。こいつ優秀だよねこのシェード。めっちゃキャッてつくから。出入りは基本この前のスペースからにしよっか。運転席で出入りね。お、ねえねえ、おちょこ取ってくんね。シャキーン。はい。あ、これ新品じゃん。八海山絞りたて原酒青ラベル越後でソーロー。あ、上手アルコール入ってるやつか。まあいいでしょう。乾杯乾杯。初雪に乾杯。うん。なかなかうまいんじゃない？いい香り。ちょっと明日八海山の方行ってもいいなって。八海山のスキー場も面白いんだよ。あ、そうなの？うん。これさ、排水タンクの下閉まってること一応。確認した。明日？うん。私前に確認した。外がマイナス 1.2 度。中 15.9 度。どんどん寒くなるんで、ヒーターを入れましょう。入れましょう。ヒーターの燃料タンク満タンにしてきたから。あと 1,2 週間は持つはず。明日の朝は滑って、で、その後のことは、その時考えるか。山頂でゲットした菊芋と白竹。もうすごいこのキノコ。新潟ってさ、カニとかいるのかな？おりそう。日本海じゃない？めっちゃおりそだってカニ食えるんじゃね？もしかして。てか私なんか上越の道の駅とか見よったんやけど、普通にカニあった。あ、それあれ？
あ、キングキャンプ。キングキャンプ、あ、ちょっと継ぎやすいようにとんがってるね、若干。そうそう気持ちいい。あ換気扇復活嬉しい。換気扇復活した時に超嬉しかった。いや、俺北海道以来ぶりだわ。やっぱキャラバンよりは全然狭いけど、ボンゴをやるとキャラバンがいかに広いかがわかる。でも2人でこれで長期旅もできるからね。証明済みなので、証明済みだからね。やっぱこの雪山のワクワク感は別格だよね。九州の出身だから、うんやっぱこういうなんか別世界というか憧れがあるんだよね。蓋が鍋になる。フライパンになるの、こうやっていいじゃん。鳥取で買った味噌。いつもはちっちゃいキャンプ用の椅子使ってたんだけど、持ってきてないからこれで代用するっていう。一切水入れてないから野菜とキノコだけの水分でできた。 94% だ。多分一回これ満タンになってんだろうね、なんかこれさ、昔奥利根で菊芋煮込み作ったのに思い出す。覚えてる？覚えてる。結構似てる。初めて菊芋をそう、食べてみた時、加水を一切しておりません。これ絶対うまいわ。いただきます。この鍋かっこいいじゃん。あ、うまっ。これやばい。これはうまい。熱くなってきた。ちょっとエアヒーターの勢い弱めか。多分俺のこの場所は26度ぐらい。菊芋にはイヌリンっていう特有の成分が入ってて、なんかにいいんだよ。腸内で善玉菌の餌となり善玉菌を増やし、炭素脂肪酸という物質を生産することにより腸内環境を整えます。これ汁意外とある。こんだけ出たんだよ。すごくない？これこんな。クマ。クマいるって。めっちゃ海子に雪積もってんのウケんだけど。まずはい。リフヒーターを強める。強める。このケースいいよね。コンロってさ、放置してるとうるさいからね、振動で。そう、カタカタ言う。走行中ね。カインズで買えるそうですね。ボンゴちゃんの水道はこれでポンプがオンになります。給水タンクがあるんで、これポンプ回ってるやつ。これで蛇口をひねると水が出てくると。でこれを押すと戻すと止まると。キャラバン方式と一緒です。なんか水の節約とか言ってフットスイッチとかにする人もいるけど、別にこれでここで結局操作できるからそんなにロスはないはず。キャラバン方式でこのシステムの耐久性は割と証明されてるから、これで一安心だね。今まで毎年壊れてたからね、スイッチ付きの蛇口を使ってて。これがイオンコップが一番小さいやつと思って探した。俺の？もう今日は静かそうだからいらないか。冷蔵庫切ってもよくね。あ、いいね。こいつ保冷能力あるし、冷蔵庫って結構うるさいんだよね。明日スキー場8時半からだから、チャイで一服していってちょうどいいかも。そっちに2人いるとね、どっちかが邪魔になるから、今俺が避けてる。ポジショニングが重要だから。テーブルの足を畳んで、テーブルがベッドの土台になると。手前側にはこの下に隠れてる板をちょうどはめられる。領域展開無料控除ってやつ。無料空所。全長180センチ、幅120センチのセミダブルベッドが完成します。クッション作る時の発注ミスで想定より15センチぐらい短くなっちゃったんだけど、でもこれのおかげでここがそう引き出しが開閉できるという。しかもここにちょっと水とか置けるミスの副産物があります。であとはトイレに行って寝るだけ。かなり積もってんなこれ。マジでこのブーツ持ってきてよかった。これ明日相当積もってんな。
排気のところだけ雪が溶けてる。外出たら足ぶっちゃぶちゃになっちゃった。膝より上まで雪が積もっててさ、寝袋は俺らが持ってる最強のやつ、ブルックリンアウトドアカンパニー。冬の北海道これで過ごしたもんね。マイナス28度とかでも余裕だった。ヒーター切るね。切って寝て起きた時に排気口周りを雪どかしてつけようか。今就寝時の気温は外はマイナス 3.4 度、中は 19.9 度。時計狂ってんね。今ね10時前ぐらい。このカーテンがあると断熱性も変わるんで、それでしばらくあったかくした状態で寝れる。おやすみ。いいね。なんか興奮して寝れなそうそう。おはようございます。今6時過ぎで、車内は 7.6 度、外はマイナス3度。起きてすぐヒーターつけれるように外に出て雪の様子をちょっとチェックしたいんで。やばっ。ちょっと待って。嘘やん。終わったこれ。もう FF ヒーターとか絶対無理だ。衝撃なんだけど。これほっとかないと、このまま降り続けると出れなくなっちゃう。これタイヤハウスの、ここかろうじて開いたけど、やばいねこれ。降りれた。想像の100億倍だわ。マジか。ここまで積もってる。ここまで。ここってボンゴの窓のちょい下ぐらい。よし。どうなってんのこれ。跡形もなくなってるボンゴが。とりあえず FF ヒーターの排気口を確保するか。排気口確保。大丈夫そうだねこれ多分ね。一旦ドアからの通路は確保したと。ボンゴが完全に埋もれてる。もうね、文字通り埋もれてた。ちょっとね、あとで外出てみ、衝撃だから。ヒーターの排気を確保したんで、お休みのところ失礼します。もう着いた。7時。8時ぐらい。もう8時14分だ。景色二度寝してた。トイレ行ったら着替えて行こうかな。やば。やばくない？衝撃だよねこれ。もう今間に合ってなくてですね、はい。第一も踏んでるんですけど、はい。昨日までクローズしてたのでステーポールとか立ってないので、踏んで終わってその準備ができれば第一がもしかしたら開くかもしれないんですけど、わかりました。今の時点でちょっと見込みが立ってないので、
みんなパウダーを求めてきたけどスキー場が開かない可能性があると。面白いね。降りすぎてこうなることもあるんだね。やばいでしょ。あ、ね、排気口チェック。大丈夫そうです。午前中は確実に開かないって。なんという。午後も開かない可能性はあるって。ああ、なるほど。てかこの車の中ぐちゃぐちゃやな。とりあえずゆっくりしよっか。チャイでも飲みませんか。チャイでも飲もうか。ちょっと気になるサブバッテリーさんは 85.6% 優秀じゃない？走行充電が40から20アンペアに変えてあるんで、どれぐらい充電されるかが見どころ。そうですね。気になるところです。で、今いろいろあってソーラー充電は外しています。もうちょっと修正する必要が出てきちゃったんで、前回の修理動画からね、今走行充電だけでやってます。換気扇が今動くのかな。上雪積もってんだけど、窓開けた方が効果的。窓開けよう。てか窓は開くか。あれで、この窓ちょっと開いてんだけど。なんやねん。嘘。これ明らかにまだ開いてるもん。ほら、ここ開いてる。何これ、昨日から開いとったってこと？そう。換気扇もちょっとつけてみる。どうなんだろう。換気できるのは風通ってる感じする？雪がふんわり乗ってるんだったら、この辺に空気が動いてる。パウダーだから隙間がある可能性はある。紅茶なんだけどカルダモンとクローブが入ってるから、それに牛乳ちょっと入れたらそうそう。これまで積もってる。ここは多分どかしたけど全然まだ開いてんじゃん。刺したスコップがどんどん埋もれてってる。定点監視用スコップ。終日開かない可能性もあるから、今日滑るのは諦めるわ。結構でもみんな粘って待ってんの。待ってるよね。入れた時よりだいぶ減ってる。クローブとカルダモンだわ。ティーバッグなのかティーパックなのかいつも分かんない。ティーバッグでしょ。結局ティーバッグで正解です。あれパンティーのやつはバッグ。分からん。バッグがティーだからティーバッグ。あ、そういうことだ。開けようぜ。また降り出した。うわ、本当だ。やば。乾杯。これ楽でいいね。めっちゃ楽。なんか自分でスパイス煮出すのもなんかそれもそれで儀式っぽくて好きなんだけど。じゃあ暇だから車内紹介ちょっとしよっか。久しぶりに。あ、そうそうそう。この車はマツダのボンゴ、12万キロ走ってた車を39万円で買いました。でそれで内装を一回全部剥がして掃除してきれいにしてゼロからこの内装を作りました。一応2人旅で寝れるようにセミダブルのベッドが展開できるようにしてます。今はこういうリビングモードでテーブルがあってね。ここに服とか。2人旅の時やっぱ服が一番かさばるね。かさばる。特に冬だと。でインバーター。ちょっと隠れてますが。で炊飯器とか置いてます。でここにバッテリーの監視のモニターがあるんだけど、この下にヒート機能付きのレノジーの 100Ah を2発置いてます。これで大体まあ枯渇することはない。今までもうなくなって大変だみたいなことはなかったね。一回もないね。でここに充電器、走行充電器とかで、一応ソーラーパネルも屋根に積んであって使ってます。スイッチ、これ電気のスイッチがあって、前と後ろ2発ずつ LED ついてます。換気扇がここにあって、ここで料理した時に排気できるようにしてます。このベッドのここと後ろ側は常設にしてあって、その下は収納ができるようにしてます。で俺ら釣りとかサーフィンとかスキーするから長物を絶対置けるようにしたいっていうので 2.5 メートルぐらいあるのかな。
こにスキーの板とか、今回いろいろ積んでます。板とか今回はキャンプ道具とかね。キャンプ道具も積んでる。ちょっと秘密兵器も後ろに積んでんだけど、そうちょっと楽しみにしていてください。明日デビュー予定。ここにキッチンがあるんだけど、スイッチでポンプが動いてこの蛇口で出るようになってます。これパカパカ開かないように海子が100均でストッパーつけて、じゃないシーンで買ったシーンね、食器、こまごましたもの、こまごました食器をここに置いてあって、こまごましてない食器をこの下のオープンの棚に入れてます。調味料とか、調味料とかね。こっちに入ってるのはやっぱカトラリー系、お箸とかスプーンとか。ここに20リットルの給水タンク、ちょっと暗いけどありますでその奥に FF ヒーター、このスライドドアのステップのところに2キロワットのちっちゃい FF ヒーターをつけてます。もうこれで真冬もあったかい。もう冬はこれが必須。外マイナス 1.7 度で中は20度以上。もうあったかいね。この FF ヒーターのスイッチはマジックテープでピトってここについてるから、そうすぐポチッとつけられるようになってます。ポチッとな。この冷蔵庫はね、イーノライフっていうところので30リットルあるので、もう2人で長期旅する時にももう十分な。牛乳がこれ縦で置けるのが嬉しい。そうでなんかポケットがもう一個こっちについてて、小物類と大物類で分けて収納ができる。マイナス20度ぐらいまで冷やせんだっけ。あ、いけるいける。でちょっと順番があれだけど、この下にこのシンクの下に排水タンクを積んでます。でこの棚の上にはポータブル電源、主にスマホを充電するようにね。そうだね。今回はユーグリーンの800アンペアワー積んでます。800ワットアワーだ。普段は海子一人の時はアンカーの400、アンカーの400積んでます。これでもう十分。でここに歯ブラシとかのボックス、そうだね、歯ブラシとか、そう何かこう緊急の時用の。で後ろにドローンとかなんか撮影機とかを積んでいる。やっぱりねちょっと収納がギリギリ。2人だとね、1人だともう十分なんだよこれ。1人だとね、この助手席を収納として使えるから、海子の場合サーフボード置いたりとかね。そう、1人で行くときここにサーフボード置いてる。今度は2人で行くとき雪山だね。そうだね。パートタイム4区で走破性が最強レベルなんですよ。すごい安心できる、頼れるやつだよ。キャラバンでは行けないような場所も行けちゃうので、冬の2人旅のお供、この車は。このボンゴを作った時のお話も全部 DIY の動画として上げているので、それもよかったらチェックしてみてください。作り方の解説とか DIY した後で車検をどう対応したのか、よかったらぜひチェックしてください。自分でやろうって思ってる人とかいろいろ参考になる部分もあると思いますので、お金がいくらかかったとかも毎回計算してた。今ってどんな感じですか？午前中が間違いなく厳しくなってます。こちらってお配りしてますか？まだいただいてないです。お二人でお越しですかね。どうぞ。ありがとうございます。次回使いますんで使ってください。はい。こんなステッカーもあるんです。はい。ありがとうございます。お配りします。すいません。午前中は間違いなくそうですか。はい。わかりました。で、こちら食堂今空いてますし。どういう状況1メートル積もってるよ、確実に。すごいよね。厚みがやばい。厚みがやばい。ワイパーこれやばいね。ワイパー折れそうじゃね。そこ先に助けてやるか。ワイパうーん。やばい。なんか今までと次元が違うね。なんだろう。この頭。エンジンかけました。もちろんこちら4区に入ってます。4区です。脱出完了。降りたところにある道の駅行こう。昨日行ったとこ？昨日行ったところか、湯の谷。
腹減った。煮豚。カツカレーと煮干し醤油ラーメンと、カレーライス。カレーライス。はい、でお願いします。はいあ、すいません、やっぱり味噌ラーメンに変えてください。味噌ラーメンです。カレーとラーメンは正義でしょうね。いや最高ですよ。ごちそうさま。魚を食べに来い。お雪がもうやまんね。セブン派なんだよな。やばい。毛ガニ？なんか毛生えてんだこれ。安くね？これセコガニだよね多分ね。え？若しかと思ったらこれ何？ヒラマサ？あ、ヒラマサだ。関してよし、グリーンボトル。これ結構辛くしたよ。すいません。アジ1匹と、毛ガニの2匹乗ってるやつください。魚、カニ、酒、すべて揃った。いけるか。お、いった。野菜もあるるんよ。いいね。うまそう。野天風呂七福の湯。お支払い方法を。これか。バイバイ。じゃあ今日は浜辺に行きます。行こう。ここにも佐渡汽船のターミナルが。高速船だと思うけど。ああ。車が乗せらんないやつってこと。そう。船じゃないなあれ。建物か。ああ建物。すげえ。船じゃない。何あれ。堤防かぶってる？かぶってる。堤防ね、足場低いんだ。ああ本当だ本当だかぶってるかぶってる。てか。これスマホ映らんけどめっちゃ波があるね。ああ。これ釣りどころじゃないかもしれないな。ちょっとね危険ですね。なんか海から湯気出てる。99.7%。満タンだね。あ、外2度しかねえんだ。庭の金柑。水に絞って飲みたい。はい。なんか無性に柑橘食べたくなってる。うめえこれ。即席金柑ジュース。いやそれはうまいですよ。味いいです。立派な味だね。美味しそう。なんか油乗ってる感じ。カーニです。まさかの毛ガニだったね。うん。2匹で500円。エティカーニ。あ、おーいった。ちょうど入った。水の状態からって言ってたね。火を入れる。うん。いいかなと。あ、ついでにじゃあお酒取ってくんね。もちろんです。ノータカ。もう高。風呂上がりの牛乳と金柑ジュースで下地を作ったんで、牛乳も飲んだんだ。いくらでもいけるわ。おお。なんかね、これも醸造アルコール入ってるやつだったらそこまで見ないで買った。味。味絶対うまいっしょ。味いきます。うまっ。ね、味って美味しいんだよな。味がする。味の味のなんかすごいな外んか雪降ってんな。パラパラ言い出したね。ちょっと外偵察するわ。うわ、なんかすごい。完了これ。一応ねもう15分ぐらい経ってるからね火通ったんじゃないかなと思って。この出汁すごそうだよね。だしすごそう。すごい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 。うわ
かわいい、並んでる。改善点だらけでした。改善点だカらけニの茹で方、まず甲羅を下にして茹でるとカニ味噌が落ちないで済むんだって。で俺ら今甲羅上にしてやったんだけど、これ多分カニ味噌がだいぶ溶け出しちゃってるっていうのと、茹でた後で氷水で締める。そうすると身が締まるって。なるほど。多分この水っぽいのはそれが原因、やんなかったからじゃねえかなと思う。カニ味噌溶け出した分をスープで取り返す。これがです。うまそう。今日買ったネギうまいね。ネギうまい。こんな海辺に来てまで雪降るとはね。あ、てか白いわあの辺。こんなものがあるんですね。先ほどのカニさんがおりまして、味噌が結構残ってる状態になってます。上越のお酒、大丈夫かなこれ、燃えねえかな。カニ酒環境を研究したいですね。あ、これ換気が必要です。焦げてる匂いする。換気されます。ちょっと空いてるんで、そこからちょうど吸気されると。あ、なんかいい匂いしてきた。焦げてるね、毛が。温まってるんですかこの人。あんまりさ、沸騰させたらお酒飛んじゃうからね。うん。ああ、どうです？今日口にした中でダントツ一番うまいわ。これすげえわ。やっぱなんかね、カニの甲羅を火で炙るとそっからまた出汁が出てるね。これ香りがまた全然違うよね。うん、これとんでもないっすよ。これ何回かできんだよね、確かね。2回目とか全然出るよね、私。出る。うん、全然余裕で出るんだよ。上越の雪景色に乾杯。ガチャガチャ落として、うわ、うまっ。サードラウンド、上越の酒で上越のカニでスプーンですくって、これから食べて、全然寒くないもん。全然ね。マイナス 0.4 度とかになってるけど、4杯飲んだけど全然出汁出るわ。多分これ殻から無限に湧き出てくんじゃねえ、炙ると。もうちょっと行ってみるわ。なんか結構進んでるよね、これ。やめたくないこれ。だし職人。出汁職人だから。おやすみ。ちょっと暑すぎるんで、これ寝袋入った時に暑すぎるんで、換気扇もがっつり回して威力を調整できるんですよ。靴下履いてる？あ、途中で脱ぐの？脱いで中に脱ぎ捨てんの？外に出す。ほら、幻想的でしょこれ。ちょっと待って、俺今入るから。ちょっと待ってね。何時に起きる？ 5 時？いや、無理でしょ、5時なんて。7度。外 0.1 度。おはようございます。うわ、波あるね。ちょっと堤防の方先まで行くと危なそう。一応これが公衆トイレです。前に2台分の駐車場がありますね。もう8時か。雨は止んだ？あ、まだちょっと降ってる。釣り人いた？いない。波山まだある？昨日より収まってるけど全然ある。なんか釣りよりコメダルの方が行きたいわ俺。うん、
全然布団から出る気配ないもんね。釣りするような気温じゃないもんこんな。そうだね、寒い。あと海が結構まだ荒れてるよ。ね、俺まだ一回も海見てないけどさ、釣りするような波じゃないよね。ほら外 1.8 度だよ。その存在忘れがちだよね。あ、それがすごい。わずかにでも鉄板が出てるとめっちゃ結露するからね。あ、本当だ。これがね全部覆った理由。布で。そう布だと結露しないんだよ。マジで鉄板はこうなるからね。むき出しのまま車中泊とかするともうびっちょびちょになると思う。キャラバンもこれが理由で全て布で覆った内装は。寿司調べてたんよ。この辺の。昨日通りで見た富寿司ってやつ。多分この辺の会社さん。梅田でモーニングして富寿司でランチしてで山に向かうか。山があるんでそびえてるからそう。ずっとあそこ行くわ。こちらがストレートティーでございます。はい。ご注文以上でお揃いでしょうか。はい。では失礼いたします。いただきます。ドリンクの値段でこれついてくるのすごいよ。うん、卵がね。米田ありがとう。富寿司楽しみやな。あれ、達夫は実は行ったことあった。あったなんだよ。バイトで来たことあってそこで食ってた。マジか。このいちこってやつもなんか初めて見るね。地元スーパーかな。左方向です。企業情報を調べるの結構面白いから。あ、アメリカンドラッグ。待ってよで行って。タブレット方式です。回転寿司といえば炙りのどぐろレモン塩だって。あ、確定。一旦なんか気になったやつ全部バー入れて、あーまだいいね。ブリ、あんこ、カニ。鮭。タコ。茹でたカニもあるんだ。お、これ一杯150円。ハマグリもある。ほら、ご自由にどうぞって書いてある。あ、でも持ち歩かないでください。牡蠣もあるじゃん。一皿で590円。590円。新潟地元産だから。土旗6000円。うわー、でかいアイナメタチウオ。すげえ。これ深海魚でしょ。石ナギだ。シナギって何？巨大魚。めっちゃでかい。20キロ超。 20キロ超やばい。これ富山の寒ブリ3万6500 6500円円。対抗がおかしい。
太鼓おかしいことになってる。こいつ行く？こいつ。それ綺麗だよなんか。水をかかせていただきます。やや小さめだけど身の入りは良い。冷凍されていないのでカニ本来の味わいです。ちょっとへこんじゃってるけどここ脱皮したてだったんじゃないの？知らんけど合成すごかった刺激が強かった。ノウ脳に生まれるで脳って読むんだよ。ね、昨日のカニの産地サーファーもいたね。今思い出したんだけど、あそこの味噌汁飲むの忘れてたよ。あー完全に忘れたじゃん。スカイって菅井家スキー場がある。悲惨なほど雪がない。白馬村標高598メートル。まだ雪がなくて全然オープンしてないスキー場は。年中無休。しかも超空いてそう。あ、2人券買えるとこ。アダルト2人です。バイバイ。源泉かけ流しだってね、ちょっと濁ってたよ。何系かわかんないナトリウムって書いてあけど2時52分る。うん、いい時間に着くと思う。3時過ぎる。いいね。なんか前青服になんか忘れてこなかったっ忘れてきたっけ？鍋の蓋ではないよね。け？あ、鍋の蓋かも。あ、鍋の蓋出てきたのか。出てきた出てきた。あ出てきたの。受付&薪を買う。こんにちは。多分私はぐらいしかおらんないのよ。ってことじゃないだってどこでもいいよって言ったってさ。この前来た時キャラバンだったからさ、この入っていくとこ結構怖かったよね。分かった。ここ直角に入っていかないと、これ大回りでいかないと海辺だからね、これ要は怖い。急なんだよ。めっちゃ急やからね、この映像じゃ多分伝わんないけど。これ雪やったら四駆じゃないと滑るよ。うん。これただいまの気温 0.6 度。寒いわけだよ。もうちょっと早くこれつけたいわ。
腹減ったね。お腹すいた。イカじゃないや。カニ。ホタテもここに持ってきて、充電しつつやって。よくないこれ。あ、でカレー。何これ、最高じゃん。でしょ？うん。外0度。中 2.8 度。部屋の中はだんだん暖かくなってんだけど、ここの地面がもうダイレクトに冷たいから。室内がちょっとずつ温度上がってる。ちなみにこの前は30度超えしたから、一人でやった時。すごい。すごいっしょ。完全に締め切った状態。締め切った。その状態になりたいな、一回。体験してみたいでしょ。このアスパラナってやつ。雲柔らかい。美味しそう。あ、うまそう。火が強すぎるかもしれない。うまそう。やばい。やばすぎる。アスパラナなるものを。そう。いいじゃん。いいでしょ。だいぶ温まりそう。できております。おお。めっちゃ暖かくなってきた。なんか閉めたら全然違う。全然違うんよ。おー、うまそう。いただきます。いただきます。いただきます。うんまっ。うまっ。新潟産の豚だよ。アスパラナってやつもめっちゃうまい。うん。シーリングファン欲しいわ。顔は超熱いけど足先超冷たいの。このギャップやばい。これ床はエアマットとかにしないとまずいかもね。カニ。まずカニを見て飲んでる。うわうまい。これを求めておりました。うまっ。この白いの意味わかんないけどうまいよね。これなんか全味噌なんだけど大丈夫これ。全味噌。うまっ。全味噌これ。ほら。それ全部さ。あげる。はい。やばいねこれね。やば。これさ950円。950円。なんか39度とかになってんだけど。これにこうですよ。これ器がでかいからこれもう全部入っちゃうじゃん。ノータカ終了です。これで熱っこれ上脱がないとやばいね。40度。40度。なんかさ、もしかしたらこのぐらいのサイズのテントだったらもっと小さい薪ストーブ使うのかもね。これで置いても大丈夫。おいできる。うめえ。どうよ。毛ガニとの違いはある？どっちかっていうと毛ガニの方がうまいかも。甲羅酒はもうちょっとあったんじゃない？
でこうやって空気穴を作ることができるんですよ。なんか夏に涼しくするためのやつかなと思ってたけど、冬に暑すぎる時も使えるんだな。これにさらにこうして、なんかいっぱい出てきてない？すするというよりスプーンで飲むがいいと思う。ああ、中身と一緒に。食べる、食べるお酒？食べるお酒です、これは。うまっ。ああ、酒がなくなっちゃった。とか足りなかったね。全然足りなかった。これからが本番だったのに。コップに入れてた酒の残りがあったんで、それも全部この中にぶち込んだ結果しっかり一杯になったんで、ちょっとよく見て、ここにほら飲み口がこう、あ、クイッとなっておりますね、これが。とっても親切なカニです。これはこれのやるためのカニ。やっぱテントよりボンゴの方がいいわ、寝るの。やっぱちょっと快適やね、こっちが。快適だわ。うわああ、ジュビリタですか。うわ、すげえ。よっ。外が 0.5 度。今火をつけたんで、消えてるわ。いいじゃん。おお。オッケー。蜂蜜を忘れたんで黒糖をかけて、んで房総牛乳。暴走する。98点。2点は何？あと2点は。あ、わかった。バター。バターと蜂蜜がない。あー、なるほどね。その2つがなくても2ポイントしか減点されなかった。むしろこの状況が10ポイントプラスしてるから。なるほどね。
杯。乾杯。あーいい。なるほどね。あ、オッケー。うん。キャンプの難しさも再認識したな。一番きついのは道具を取りに車と往復するのがしんどいね。寒いと。道具をちゃんとまとめてない。はい。あ、もう、なんか今日やばい、やばい。なんかボケとる。わお。カ待って、カップ見せないといけない。出していい？すべての挙動がやばい。めっちゃ充実してる。Wi-Fi もあるし。今日の僕は粗相の多い日だから望まないことにお任せしよう。人いるなぁ、行けてるカフェだろうなって思ってたらここが目的地だった。これ飲んだらボケ治るかな。安いね定食が。いや俺のチャーハンな気がする。美味しそう。餃子が上がった。すごい美味しそう。餃子がすごい。いや大変なことになってる。餃子うまい。餃子パンパンなのよ。餃子追加した。この餃子過去最強かもしれない。私も。パンパンに詰まってる。マジで名店だったね。最強。もう最強。人生最高の餃子だった。同じく。どら焼きを、このどら焼きうまそうじゃん。どら焼きを一つお願いします。これってさ、あれじゃない？それ欲しい、それ欲しい。それ買おう。生ぶどう酒これやん、これやん、これやん、こそれれやん。欲しかったやつ。あった。これやん。やった。広。お店に電話。井筒ワイン楽しみすぎるけど店員さんいないのなんで出してくれてた。これだ、この角のとこ。あ、いた。いやー今どうだっ足ひねりかけた。た？やばい。今日はダメな日だ。ダメな日ですね。
今日は近くの温泉に入ったら、ここから1時間ぐらいで行けるところの山奥で車中泊する。リスコスコ大町温泉郷、黒部ダムアルペンルート湯の里。いらっしゃいませ。ありがとうございました。ありがとうございました。麺どころもある。おい、ゆっくりで。いい湯だったね。雪が待っておる。露店で入ったり出たりして貸し切りだ。俺一人だ。次の営業は4月22日かららしい。あ、なんかリンゴある。へえ。年越せるリンゴなんだ。僕ないというのは古くならないというので、開いててよかった。やってないかと思った。本当にさっきの方が言ってたように身が締まってるってこういうことだ。シャキシャキだね。ビタミン求めてた。むさぼってる。私この辺だったら忍者屋敷チェックしとったわ。戸隠あれ何？工場。でもねえ建物が。何？この方に集落見えるんだけどさ、あそこどうやって行くんやろ。ボンバレー。ボンバレー丈夫？これは通行止めになってる。あ、本当に行きたかったところはもうちょっと先。この先。ここは何なの？このこれ？お、これ。通り過ぎた。お、広場に。どこに向かってんの？今のが夢の駅ってやつ。今のが夢の駅。なんかおじいちゃんがいた。おじいちゃんがいたね。怪しいよね今のとこなんかで。怪しい。多分お店だと思う。すんごい景色だけど、しかし。そこにいた方にお話聞いてたんだけど、ここは本当はこの野沢菜の収穫体験とかするような場所なんだって。春は菜の花が咲くからその花を見に来たりとかするのに来る施設なんやって。なんだけどここに一晩車止めてもいいよって。そこトイレもあるし水道もあるしって本来は車中泊とかする場所じゃないんだけど特別にそう特別にご好意でそこに車止めてもいいよって言ってくださったの今。マジで、そうじゃあそうお言葉に甘えて止めさせてもらおうか。この近くなさそうだもんね。ね、最寄りの道の駅で30分かかる。そうだよね。トイレもあんだ。なんかそこにお手洗いがある。あれこのワインを献上しよう。もうただで止めてもらうわけにはいかないから。ねえねえ、ここ標高810メートルもあるらしいよ。すごい景色だね。マジでありがとうございます。めっちゃいい方2本買っといてよかった。そうだ、お父さんにあげるためにそうだよ。2本買ったんだよ。生ワイン、まず香りからでしょ。色が見えませんね。色見えないのがもったいないけど。いい香り。フレッシュな香りがする。うわフレッシュ。フレッシュ。てかこれお酒なの？フレッシュ。ぶどうそのものやん。食品添加物一切使用しておりません。生ぶどう酒。うまいこれ。トン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 。
が若干凍っとる。豆乳よし、完成。よし。うまい。これすごい。ほらすごい勢いでこういただきまいただきす。ます。キノコと鶏肉と玉ねぎ。うまい。このとろみはどうやってつけたん？米粉でつけた。明日奥只見に行くか八海山に行くか悩み中。奥只見はただ券持ってるから普通にありなんだよね。しかも雪もめっちゃあるでしょ。雪めっちゃある。うん。ただこっから4時間かかるんだよね。遠いな。ティッシュの場所知らん。右に傾いてるから右側に水が溜まる、シンクの中で。こういうこととかさ、これほら俺座高が大丈夫。さっきマイナス1度とかだったけどね。そうだね。あ、目覚ましかけてた。よいしょ。何今の。ここにペットボトルがある。白いんだけど。タイム。ゴミ箱にもなる。こんな溜まった。すごい。今日は寒波が来るらしいよ。なぬ。リンゴが入ってるのかな。いただきます。朝飯にまんじゅう。美味しい。リンゴとあんこが混ざってる。朝の一本道は激混みですね。やばいね。長野駅、博多駅周辺を思わせる雰囲気があるわ。この感じ。あ、ドーンキもあって。スタバもある。ドーンキもあっていいですね。ドンキも長野クリスマスマーケット長野駅東口公園で好評開催中。十日町野沢温泉。奥只見リベンジ。はい。今度こそちょっと初滑りさせてくださいよ。この前はもう雪が降りすぎて。オープンしたの2時過ぎだったらしい、午後の。あ、そうだったん。今シーズン2024年春まで使えるから。このブスカの方に売ってたよ。こっちだった気がする。なんかしかも。そう、ジビ
NHK の旗が立ってる。あるかも。ああ、懐かしい。イナゴ。イナゴチャレンジって言ってもある。ヒレモドキ、セロース、アナグマ、ハクビシン、イノシシ。このジビエ流通させて大丈夫？食品衛生法に基づく許可をした施設で解体をしないといけないと。これはちゃんとしてるってことですよね。あったー。今度こそまた実家お土産用に買っとこっかな。任せるわ俺。ハクビシン油あんじゃん。油乗ってりゃ何でもいいや。セロースいいじゃん。これ油あるじゃん。これは無塩なんだね。トマトジュースで煮込む。ストレートだ。あ、いいね。そうだよ。あ、これは有塩の方がやってあるけど、これは無塩の方。こいつは溶かしておくと、視聴者さんに会った時用にこれを車にね常備してるんだけどね、今回まだ1回も会ってないね。絶対うまいと思うよ。ストレートだよ。果汁 100%。うまっ。来ましたね、新潟。十日町のお蕎麦屋さんに今ナビ入れてる。うん。西よ西区。へぎそば。朝月っていうのニンニクに見えた。ニンニクかと思ったら。皮むいてかじるんだ。へぎそばの3人前にして分けようか。うん。でとろろ生卵いく。とろろ生卵食べたいっす。うん。どうやって食べるんですか。そうですね。おつゆを注いでいただいて、薬味入れて。そうですね。はい。あ、わかりました。はい。卵もう1個追加。かしこまりました。 2列で1人前ってことだ。1、2、3人前だから。まずこのそばだけを食べてみたい。おお。なんか海苔っぽい風味ちょっと。俺の味覚じゃ分かんない。普通のそばよりちょっとプルプル感があるかも。うん。私はめっちゃカツオ。ツルツル感が。ね、ツルツルだね。うん、うまい。卵とろろ。ごまはね、テーブル横に置いてある。うまっ。これなんだっけ、名前を忘れちゃもう忘れた。う。あ、確かニンニクじゃない、なんかネギの一種のような。それかじるんだってね。うん、なんか辛みの強いネギみたいな感じの。あ、多分ゆすった方がいいけ、多分下の方に溜まっとるけん。すげえ降ってる。日本酒のちっちゃいのとか買っていってもいいな。蕎麦屋の隣の酒屋さん。県内限定。これもこれも完全に俺が好きなのこれだ。青いラベルはどうですか。あ、ゼロか。でその右側のやつにちょっと折りが入って濁りの、あ、折り絡みなんだそっち。結局かっこいい方買った。へぎそばうまかったわ。あ、美味しかった。伊豆市そばとも全然違った。やっぱ麺が、ツルツル感がやっぱ特徴的。チュルってしてたね。2人で3人前食べてかなりお腹いっぱいになった。じゃあ海子の今年一番の衝撃だったことは。あ、自分がそれ言いたいでしょ。なんかあるんでしょ。いやないよ。じゃあ一番美味しかったものは。一番美味しかったもの、スリランカで食べたカレー。
じゃあ一番嬉しかったこと。あ、ねえねえ、衝撃は思い出した。ボンゴが止まった。ああ、ボンゴが停車ね。サイゼの駐車場だっけ。そう、サイゼの駐車場に入ってこれやばい気するなと思ってもう一回エンジンかけたら分かんなかったっていう。海子一人旅中にボンゴが急に止まって強制終了。バッテリーがいかれたんだよね。行かれた。俺が一番びっくりしたのは、チャイがオスだったことだね。確かにそれはまあ衝撃だった。金玉ついてたの。顔があまりにも可愛いからさ、これ絶対メスだろうと思ってた。そしたらオスだった。一番うまかったものはね、この前のハマグリの汁かな。ハマグリの汁美味しかったです。嬉しかったことは、嬉しかったというか、まあニュージーランドでスプリンターで旅できたこと。念願かなったからね。そうそう。心残りあることは、俺はね、カブで旅できなかった今年。カブで旅しそうなんで、やる言って一切やんなかった。来年はカブでちょっともうちょっと遊びたいな。水が降り注いでる。高いね。あ、俺ここ来たことある。こんまんみ。寝かしてる。バイビー。それコーヒー。連日お世話になります。ありがとうございます。独壇場だね。多分ボックスの蓋だ。バッテリーを点検しなきゃ。サイドブレーキを下ろしておいて。アブバッテリーチェック。ひたすらガタガタ道を走ってきたから、振動で緩んでないかがとても心配になったんで、大丈夫です。走行充電の端子も大丈夫ですね。99.8%。 OK。 なんか暴走してる。お茶会しようぜ。3時半だよ。餅は1個でいいかな。いただきます。午後のお茶会。あ、うまい。きなこがきなこ吸い込んだ。外がマイナス 2.5 度で中が 16.7 度。寒いよ外。さっきと全然違うっしょ。15センチ20センチぐらい。これ明日期待大ですね。ですね。パウダースノーをいただいちゃいましょう。高千代。原材料名米麹。透明なボトルに入れることによりこの折りがよく見えるっていう。ねえねえ見て見て、バーコードがお酒のボトルの形してるよ。本当だ。なんかこだわりを感じる。乾杯。乾杯。まあまあうまい。やっぱ俺の好みで言うと、迷ってた方の緑の方が好みだったと思う。それを捨ててまで俺はこのボトルの見た目を選んだ。後ろ雪かきするの結構大変だから、前から出られるように準備しといた方がいいわ。スキーの板とか。猫科の動物でしょ。猫目、ジャコウネコ科。猫みたいな
見た目してたよね。イタチに似てるように見えたけど、私的には。じゃあそういうことにしとこう、うんハクビシンで。ハクビシン、初めて。ハクビシンの写真見て可愛いとか言ってたよね、そうさっき。超可愛かった、ハクビシン。やばかった。これがなんか、害獣なのか。まあ、農業に被害が大きいんじゃない？果物の葉を食い荒らしちゃうみたい。美食家さんなんだ。それがね、バリから買ってきたキャラウェイ。ハラウェイ何売り込んなかった？うん、そう、タブ買ってきた。うわカレーっぽい。すごい。ああキャベツの芯ね。キャベツの芯ってさいい出汁出るよね。そう、甘みが出て実はね、そう、煮込み料理に使うとすごく美味しいんだよ。これも入れる？いや、いいです。肉食動物の方がちょっと癖が出やすいというか、あでこいつは雑食なんでしょ。そう雑食で、でもどっちかというとこの果物とかが大好きで食べやすいのではないでしょうかという。あだってジャコウネコだってコーヒーの豆食うもんね。あ、なんかこれは美味しそうやね。うえこの香りだけで飲めるわ。ニンニクとキャラウェイ。キャラウェイってなんかゴルフのメーカーであった気がする。俺昔さゴルフ担当してたからさ、ビクトリアのバイトでスキーの担当になりたくてさ入ったのにさ、まあスキーって冬だけだからさ、夏何すんだって思ったらゴルフ担当にされてさ、ゴルフクラブ売ってたわ。そうなんだ。ゴルフしたことないのに。そんなもんだよね。なんでですかって店長に聞いたら、おじさん受けが良さそうだからとか、雰囲気柔らかいからとか言って、あんま興味なかった。いや、ちょっと今忙しいから。はい。うん、ガスの指先買えばよかった。何この白い粉。この子すごく美味しかった。このトマト、これで煮込もうかなと思ってる。普段はホールトマトとか使うんだよね。そうそうそう。あ、これがカルダモン？うん、すっごいいい匂いだよね。私そんなに好きじゃない。なんだよ。なんか不意にこれがさ口に入ったら結構悶絶しない？不意にこれが口に入ったらラッキー。すごいいい香りだよね、これ。これ噛んだらさすごいいい後悔するよ。シナモンが。シナモンも大好き。外がマイナス 3.1。あーちょっと寒いね。あーだいぶ迫ってきてるね。超美味しそうなんだけど。なんか仕上がってきたね。うん、ご飯が炊き上がるまでこうやって煮込んだらこの肉も結構柔らかくなるんじゃないか。どうだろう。一旦こんな感じかね。猫目の中に犬科とか熊科とかあるぐらいなんで、なんか別名食肉目って言われてて、そんだけもう広いやつだから。いただきます。美味しいよ。うまっ。肉めっちゃうまいよ。あ、これはジビエ感あるね。これはキノコです。キノコか。猫ってこういう味なんだ。確かにイノシシとは全然違うかも。鹿とかに近い。どちらかというと鹿だね。うん。油が多そうに見えたけど、そんななんか油って感じはしない。めっちゃつららできてる。そろそろ寝るからエフェヒータ切るね。おやすみ。
えた。凍った。凍ってた。よいしょ。排気口埋まってないわ。大丈夫だわ。こいつが今0%になってるんで、充電しとこうか。見たらサブバッテリーは80何パーかあったんで、 82%。 82%ね。 PC の充電とかしまくってたら数日でゼロになったね。なんかすげえ人来てんだけど、そりゃそうでしょう。すげえんだけど、みんな滑るぞと思って。インバーターがうなり出したと思ったら600ワット以上まで取る。本気出したぞ。50% まで増えました。でこっちが 62.3 だから 20% 減った。 82% あったの。人混みが苦手すぎてさ、ただ外に出ていけないんだよ。今行ったら絶対受付とか下のリフトでさ並んでんだよ。あっつ、ちょっと滑ってくるわ。コッペパンもなかなかだね。発酵風味料ってなんだ。香料、酸味料、酢酸ナトリウム、常年パトール、ゲル化剤。添加物イエーイ。衛生上問題なく食べれるには必須なんだろうな。ちょっと昨日飲みすぎたな。人はいいや。今日はなんたってリフト優待券があるからね。行ってきます。いってらっしゃい。山頂ペアリフト。うさぎの足跡。なくさないでね。はいはい。こっち行ったら下れるんですよね。あ、はい。まっすぐ行くと、はいなんか迂回のこういうコースで、ああ、真ん中辺が多分もうだいぶ食われちゃってますけど、うん、はい。ありがとうございます。はい。また何かあったら、ありがとうございます。うわすげえ。
ただいま。おかえり。やばい、超疲れた。なんか息切れしすぎや。すごかった。あ、本当。車の輪郭に沿ってるね、これ。ほら。あ、何ボンゴについてたのそれ。多分そうだと思う。ほら、これ。なんだ。意外とそうでもない。うん、乾いてると思う。だんだん。うわ、いった。うわ、いった。美味しさ抜群ハンバーグ。なんか美味しそう。これ何、全部ついてるってこと？それすごくない？ 600円。こんにちは。こんにちは。よいしょ。ここにしましょう。神社では日替わりだね。うん。すごい安い。これは鳥神社。ポーク神社のポークがさ。結構2枚乗ってる。すごい。うん。魚のフライだこれ。うん。器がめっちゃおしゃれ。ね。でテンション上がるわ。ありがとうございます。美味しかったです。今日はこれから大寒波ですよ。大寒波ですね。俺らは沼田に行くから沼田は大丈夫だと思う。多分あれ谷川だけだよ。あと光り輝いてるよ。結構降ってそうだね。山。この時期でここまで全く雪がないの初めてかもしれない。お、かっこいいハイラックスがいる。来ました。こんにちは。お久しぶりです。さっき来た人が来ましたかって言って。お久しぶりです。いや、どうぞどうぞどうぞ。もう
あのハイラックスご主人のですか？僕なんてスタッフもそのパーカーかっこいいっすね。パーカーかっこいい。欲しい。可愛い。あ、なんか秋田犬のなんかグッズをもらってる。秋田から来て。秋田から遠いな。書いてるからね、こう書いておいてあって。すみません。何年も前からずーっとやっときましたとかね。そう、もうこれが贈り物で。ありがとうございます。T シャツくれるんすか？取るとお兄ちゃん M でいいよ。 S がいいかもしれないです。 S なんで。あ、じゃあ M でありがとうございます。なんか上につけて。あ、全部読ませていただきま読ます。せていただきますすべて。わ、すごいいっぱいあるよ。雪全然なくないですか？今ちょっと降ってるぐらいです。あー、なんかかっこよくなってるね、ここ。相変わらずこの建物がすごいんだよ。これ家なんですもんね。こんなとこ住みてえわ。ガレッジセール来たんだ。林 TikTok の林って知ってる？聞いたことあるかも。新酒なんですか？みんな出来たてですよ。みんな出来たて。そう。だって今の時期はもう全部飲んでいいから。一番いい時期ですよね。そう、一番いい時期。そうだね。安いから。あ、エブリーが来た。すぐわかるな。うまい。これが出来たてのほやほや。うまい。濁りはい。運転じゃなければ。ちゃんと味見に来ますよ。味わって。やっぱ俺酢の方が好きかもしれない。あだんだん高級あ、派になった後。これなんかさ、最初の方に飲んだことある。うん。一番最初の頃。ですよね。超濁ってる。なんだこ見して。すごい仕上がりいいよ。風呂から出てきたらタンクに貼ってあるんだけど、それ見せる。全然違う。れ？あ、いいんすか？なんかこれすげえかも。白木ってちょっとさ、白木はちょっと辛め。ちょっと辛めじゃない？うんそれに比べたらこっちは甘めよりかもしれない。あー、これうめえ。白木飲み直して。白木いってみよう。うん。あ、全然違うね。俺ね、同じ濁りでもこっちの方が好きだわ。あこれがちょっと頭抜けてるかあ。おな。か。これもまた全然違うわ。すげえ甘く感じる。室かも調整。マイナス1なんだ。どっちかっていうと甘いよりの。1、2、3だわ。今日の。うん。これはちょっと今まで生にこだわりまくってたけど、酢の水を火入れしたのがこれ。熱燗にすごくいいらしいんで、これをいつか毛ガニとかでやるように買っといて、保存しておく。酒造海子。海子のサインよく見ると面白いね。ありがとうございます。水いただいてしまって。すごい綺麗なグラスですね。なんか器がいいといいですよね。気持ちも。手記によってお酒の味ってやっぱり変わるよ。あ、それもあるんですか。久しぶりの蔵へお邪魔します。こたつがある。こたつがある。綺麗な蓋ですね。お湯で酒ではない。何のお湯ですか。お米をふかした。燃料は何ですか。燃料はヘビーオイルです。重油。ああ、重油。これがスライドしてきて、おお。この中にお米がある。あ、でもどんどんここ。朝来ると見えるんだよ。何時頃ですか。酒造りの中で年に何回ぐらいあるんですか。あ、何十回も。それこそ10月の中旬からはい3月いっぱいまでみっちり。あいつ何やるかってもう8月の段階で全部決めちゃう。あ。わざと寒く保ってるんですか。そうです。でも空調かけてるわけじゃない。この中にお酒が。マイナス2度。さすが沼田。いい。あ、すごい。すげえいい感マスク越しでもすごくよおお。じ。これさっきのねぐり。コシヒカリ。
これから瓶詰めですか？これ瓶詰めだけど、これは濁りで濃いから機械で詰められない。これ何ですか？これジャカゴって言って、はい、このホースの先にくっつけてお米がここから入って当たって下に落ちる。あ風をこっちに抜けてお米は抜けない。はい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 。ここに米がたまるんだ。初潜入だよ。こんな広大な空間があったんだ。これ酒が眠ってるんですか？こっちの2本はもろみで発酵してる。発酵中ですか？え、はい。酔ってる人は気をつけて。牛乳みたい。あ、ボコボコしてる。これ純米酒。すごい。純米酒水です。あ、これが水の元。こんな白いんだ。これも香りすごい。あ、香りつかないの。はい。うわ、下、ねしました。すごいいい香りです。後ろ気をつけ後ろ。あ、香る香る。ちょっと鼻詰まり気味。これは元気がいい。見た目から違う。うん。これはね、米っていう商品だったでしょ。はい。 88って書いてあって。はいはい。それの元。うんまだ3日目なんで。 3日目でこんな活発なんですか？まだこれで下のやつをえいって。上に上げてる。はい。もうなんかこれまさに酒造りのイメージ。後ろ気をつけてね。はいはい。これ落ちると結構やばい。うん。ああ、これ酒造りや。全然酒に見えないけどね。まだね。こんな白いんだ。もうね、息もこれ。だから暴走させないように落ち着かせて、ゆっくり酒になるようにしてみてください。扇風機もあってんだよ。その時々で状態見ながらそういうのとかも。それ状態ってどうやってわかるんですか？これはもう経験値。あ、経験値。見て、あ、これちょっと早いな。見た目ですか？見た目で分かる。すげえすげえ。マジか。ちょっと行き過ぎてるなと思って、これ暴走するの分かってるんで、もうこれで止めようとしてる。ああ、なるほど。だから毎朝同じ時間に来て検温して、はい。検体取って目鼻口耳で全部確認をしていい状態でいるかどうかっていう確認朝晩してる。なるほど。ちょっと書き出したらね、すごいんですよ。兵庫県から来てる時。兵庫県からですか？すごい。え、これあ、でかでか。いいんすか？こんなに立派なの。めっちゃ立派ですね。わー、やったー。これほらこれ。あ、これさっき使ってたやつだ。これさ、そこにそうだ。おー、いいね。これでやりたいね。これやるか。ここれめっちゃ可愛いです。これもぜひ。え、いいんですか？いいよいいよ。遠慮なくいただいちゃいます。これはもうあげなくていい。そんなそれありがとうございました。酒2本しか買ってないんだけど、とんでもないことになった。飲んだ。動画には多分撮ってないけどさ、途中で来たお客さんとも一緒に飲んでたよね。あれ楽しかったんだけど。どれにしましょうかね。これおすすめですみたいな。俺が若干解説してたんで。誰やねんって。その人ね、結局水買ってったんじゃないかな。買ってった。そう娘さんで。に会えたのが私はすごい嬉しかった。俺も嬉しかった。そう。Twitter フォローしてたし。そうツイッターでね。いや、やっぱ左大臣最高だわ。こんな雪のないここを見るのも珍しいから、新鮮だわ。あれ見れやでも。12月も末で。尺投げってこんな遠かったっけ？尺投げの湯はね、最高の泉質なんです。硫黄泉ではないんだけど、硫黄の香りするんだよね。で、源泉かけ流し。南郷。臨時休業なんです。なんですって。改修工事、エアコン設置。22まで休みって書いてあったけどさ、今日までってことじゃん。どういうことだよ。明日からやるんだよ。若干俺ら尺投げ運ないよね。ない。丸9。めっちゃいろいろ売ってる。これ超うまそうなんですけど。原材料名イカ。鶏胸ひき肉。シャワー買いたいですね。ティッシュないとマジで困るから。ガス管もそろそろだもんね。あ、ほっこりもあるね。650円のこっちが。
650円。イルミってますね。ここ湯船は小さいけど普通にいい温泉。超綺麗じゃんこれ。なんかスキー場のスタッフの人が風呂入ってて嘆いてた。雪が降らねえって。丸沼高原スキー場に行くことにしました。マイナス5度です。寒冷地トレーニングです今回は。あ、そうですね。奥只見でマイナス3度とかだったけど、寝るとき暑くて寝れなかったんだよね、あの寝袋強すぎて。暑すぎるから事前に FF ヒーターを消すってやってたよね。やってた。それですもん暑かったもん。私らさ、北海道のマイナス28とか経験したけどさ。北海道切って寝てた。いや、つけてた。やばいところはつけっぱで寝てた、FF ヒーター。なんだろう、セッティングというか難しいんだよね。難しい。状況によってどれがベストかわかんない。丸沼今回は普通に寝袋で寝てちょうどいいぐらいだと思う。マイナス15度ぐらいかな今日は、予報だと。じゃあ一番奥にバックで入れる。キャンピングカーのさらに奥。お米をもらったんだよ。いつも食べてるお米すごい美味しいんだって。絶対さ、左大臣の人たちさ舌が毎肥えてる日超うまいもん食ってるよね。だと思う。米、水、その他お酒はもちろん。そう、これをちょっと炊いてみようと思うんだよ今日。酒造の人が食べてるお米。あと水も仕込み水もらったから。そうなの。これで炊く。他にもいろいろもらっちゃって。本当ありがとうございます。左大臣 T シャツいいよこれ。着るよこれ。あと視聴者さんたちからの手紙とその他。そうプレゼントをくれた人もいてマジでありがとうございます。おお。めっちゃでかいおちょこみたいな感じ。ちょっと話変わって申し訳ないんだが、米をね洗う時1回目にこう洗う時に結構米が水を吸うんだってね。だからすごくもったいないのですが、洗米にもこのこれを洗うのにもこの仕込み水を使わせていただきます。桜の真ん中にピンクがついてる。そうめっちゃ可愛いそれ。酒はもちろんすごいんだけどグッズも充実してんの意外なんだけど。ありがとうございます。ありがとうございます。大事に使わせていただきます。どうやって切るの？今日いただいたばかりのかぼちゃなんで、なんかすごいフレッシュな感じがするこのかぼちゃ。かぼちゃらしからぬ香りがするんだけど、これきゅうりみたいな香りですよ。同じ売り方か。令和5年12月2日、達夫海子さん、いつも楽しく見てます。旅楽しんでください。ようちゃん、ありがとうございます。海子と達夫さん、令和5年10月13日か。また神奈川に来てください。来てね。来ますよ。イノマグロ。失礼しました。イノマグロさん、ありがとうございます。北海道函館市から来ました。いつも見ています。頑張って。すごい、北海道。ぜひまた函館に来ることがありましたらぜひ寄ってください。泊めるところあります。ようこさん、ありがとうございます。ありがとうございます。料理できてますよ。すごくいい匂いしてる。今日は冬至ということでかぼちゃの炒め煮が完成しました。うわ、うまそう。食べよう。左大臣でもらったかぼちゃ、そう左大臣でもらった米と水、左大臣で買った酒、左大臣でもらったおちょこ。乾杯。乾杯。うまい。うまいねこれ。あといただいた米もうまい。味付けは醤油？醤油と酒粕。あ、酒粕が入ってんだ。ニンニク入ってるこれ。ニンニクも入ってるよ。だからうまいんだ。なるほどね。手紙さ、めっちゃ嬉しくてさ、なんかお返しできねえかなって思って、今ちょうど達夫と海子ステッカーが10枚ぐらい、ちょっとだけあるんで、それを明日左大臣に置かしてもらって、でなんか手紙とかくれた人にお渡ししてもらおうと思って、そんぐらいしないとなって思った。いや本当にすげえ嬉しいから、無限に飲めるシステムかもねこれ。
体自分がどんだけ飲んでるのか分かんなくなるじゃん。分かんないこれで飲んでるとうん10杯目なのか20杯目なのか分かんない。飯にも合います。合わせてくれる。あ、なくなっちゃった。ついでほら、要冷冷蔵蔵のものをこの 18.5 度の場所に置いとくのよくないから。酵母が暴走しちゃうから。今日はあ、やべ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 何やっ。たの？主電源切っちゃった。FF ヒーターに良くないよね。大丈夫じゃない？ここにね、主電源のスイッチここにあったんだけど、これ酒で押しちゃった。見て双子卵やった。すげえ。超嬉しい。スーパーの卵で双子卵って超珍しくない？見たことなやろう？やばいい。これすごいね。吉兆やな。なんか FF ヒーターは終わったけど。いやーとか言って。ごちそうさま。ごちそうさまです。水が少なくなってきたんで、吹きで頑張る今日。快適トイレ。今9時半。もう寝る時間だ。海子バッテリー切れ。うん。寝れるかな。耳栓でもしてみよう。なんで耳栓しないせんと逆に。めんどくさいから。互いに耳栓してたらさ、コミュニケーション取れない。うん。もう寝るだけだとタイミングがいいんじゃない？海子ってでも耳栓しててもさ、聞こえるよ。聞き取るよね。すごい喋り増えてくるんだって。あ、フラットだ、ここ。素晴らしいね。どっちかというとあれだ。後ろが頭だ。マイナス8度いってた。ああ、マイナス 8.7 度。また下がった。こっち頭久しぶりじゃん。こあ、久しぶり。っち頭で耳栓したら俺、ちゃんと寝れる気がする。おやすみ。うんうわ、室内、車内1度。お、アウト、マイナス10度。おはよう。布団気持ちよくて起きたくなかった。え、布団気持ちよくて起きたくなかった。やばいよね。やばい。布団の気持ちよさやばいよね。うん。ここからの雪景色もなかなかいいよ。うん。外マイナス10度いってた、やっぱり。昨日。海子気象。隣にリーフがいてさ、俺ら電気自動車興味あんじゃん。電気自動車って寒さに弱いと思ってんだけど、そうマイナス10度の中でここでこの人多分車中泊してると思うんだけど、わかんないけど雪積もってるもん、屋根に。そうバッテリーとかどんな大丈夫なのかなってちょっと気になる。
大丈夫？冷えた？これお風呂に使ってるやつみたいな。こうやってお風呂に使ってるやつみたいな。ああ、それね。人ね。うん。乾杯。乾杯。ユーミン聞きたくなってきたな。チェック。73%。 73%。余裕だね。うん、すごい。今回は1日 1,2 時間の移動を毎回やってたからってのもあるけど、到着した時には満タンになってて、うんうん。そこから車中泊して 10%、20% 減るっていう感じ。そうね。 73% か、もう無限にこれ旅できるわ、冬は。結構積もったね。だいぶ頑張ってる。駐車場満車。外から外します。びしゃびしゃになるからね。結構凍ってて取れません。決勝みたいになってる。さすが丸沼だ。北海道の練習になるわ。なるなる。おっしゃ駅とか出るかな。あ、おっしゃ駅凍ってない。半分凍ってる。シャリシャリおしゃれ。あ、出ないわ。10枚か。10枚だけ課題陣に置いていこうと思います。110名取っていただければ。ガス。超絶リフトアップ燃料車。ガソリン運んでんのかな。軽油運んでるわ。すげえ。いや本当に満車だったもん。根底峠の向こうから来る車もいる。すげえ。あ、じゃあ向こう通行止めになってないんだ。なってないんだと思う。この前ふとモンゴの中古車調べたの。そしたら俺ら買った時より倍ぐらいになってた。嘘。同じ電式で、同じ走行距離で60、70万とか。倍やね。ね、これ39万だからさ、買った時。俺ら買った後で生産中止になったから、多分それもあると思う。二度と作られない名車です、これは。お疲れ。お疲れ。すごい景色だね、ここは。あれが河岸段丘。ピーって。無事にステッカーをお渡しできた。渡せた。爆買い。やっぱ朝の散策はいいよね。いる。ここになんかめっちゃ評価高かったよね。Google マップでね。バラが飾られてるよ。サラダが来ました。美味しそう。美味しそう。緑やセットにしたわ。
東京の河野さん、いつも楽しく見させてもらってます。かっこ夫婦。わこちらも YouTube のおかげで30年ぶりに来れました。また四国の旅を、私の出身地宇和島です。ー、おー、いいところですね。2023年10月20日、ありがとうございます。四国もね、まだまだ全然行けてないからね。さらっとしか。釣りもリベンジしたいし。したい。あっこ T さん、いつも夫婦で楽しく拝見させていただいてます。これからも元気で頑張ってください。ありがとうございありがとうございま。ますす。埼玉県丸目ハイエース、インスタのアカウントも載せてくれてる。いつも楽しく見せてもらってます。お二人とも大好きです。これからも頑張ってください。ありがとうございます。ちょっと飲みたいな。あ、いいんじゃない？こんな嬉しい手紙見てたら飲みたくなってきちゃった。何飲もうかな。今日飲んだ中では濁り。うんうん。ただ絶対に最強なのはすごいやつ、大吟醸。大吟醸ってあんま出さない方がいいんじゃない？いや出していいって言ってたよ。あ、本当。その後でなんか嬉しかったのがさ、うんこれ試飲してさ、これうめえって言ったら、これの出来はやっぱ今年はいいって言ってたの。出た。俺ちょっと舌が分かってきてる感じあるよ。そうやん。うん。やったやん。してやったり感あったんだけど、なるほど俺ね。的には。味が分かってきたと。酢と水ももちろんです。ちょっとだけ。乾杯。乾杯。うわ、美味しいね。これうまいっしょ。うん、美味しい。和也さん、由美子さん、ご夫婦かな？達夫さん、海子さんへ、またここに来てしまいました。大好きです。楽しい動画をありがとうございます。いやー嬉しい嬉しい。ありがとうございます。8月9日、夏だね。全部読むよ俺。茨城ポポマルさん、猫の絵が描いてある。本当だ。達夫様、海子様、いつも楽しく拝見させてもらっています。おすすめされていた白木購入しました。海子さんの料理がとっても美味しそうで真似させてもらってます。わあ、嬉しい。これからも動画楽しみにしています。ありがとうございます。ありがとうございます。8月6日、7月25日、達夫様、海子さん、はじめまして。辻堂在住の京子です。京子さん、辻堂ね。この前辻堂の動画出したね。うん。見てください。これ辻堂の動画。達夫さんのクーッとお酒を飲む声にいつも左大臣さん行ってみたいと思っていました。今日はその夢が叶って嬉しいです。海子さんの九州の言葉、優しい雰囲気で大好きです。わあ、ありがとうございます。これからも体に気をつけて頑張ってください。動画が上がる日をいつも心から楽しみにしています。道中お気をつけて。ありがとうございます。ありがとうございます。こんなにたくさん文章を書いてくれて、辻堂からだって。7月25日、夏だね。パパが毎日 YouTube 見てて大ファンです。今日は新潟から来ました。おお。新潟は久保田がおすすめです。有名な、有名だね。お二人のおすすめ、飲むの楽しみ。これからも頑張ってください。高野レンゲちゃん。可愛い名前だね。可愛いね。字が可愛いもん。うん。ありがとありがとうございます。う。いつだろう。これは時期書いてない。夏ぐらいか。もう新潟からも行きやすいからね、群馬は。そうだね。俺ら新潟から来たしね。うん、実際来たし。いつも見ています。楽しい Vlog 楽しみにしています。千葉のヤナでした。ヤナさん、ヤナさん、ありがとうございます。ありがとうございます。左大臣おチョコいいよ。千葉県の鈴木さん、達夫さんと海子さんへ、いつも YouTube 拝見しています。夫婦旅を楽しんでおりますので、達夫さんたちが行った土地やお店など立ち寄ったりしてます。これからも楽しい動画、楽しい旅を続けてください。あ、インスタのアカウントも載せてくれてる。お、ありがとうございます。うわ、めっちゃ達筆。うわ、上手。本当やね。すごいね。秋田から秋田県仙北市角館、俺修学旅行角館行ったわ。ソーラン節とか踊った。松岡ご夫妻、達夫様、海子様、いつも拝見しております。いつかお目にかかれる日を夢に見ております。また田沢湖、角館、そして兄にもいらしてくださいね。行きます行きます。ありがとうございます。6月、秋田はね、
なんか秋田結構行ってるよね俺ら。行ってる。兄とか大好きじゃん。大好き。なぜかというと北秋田バター餅がねバターたまらんよ餅あれ。バター餅もあるし、ジビエとかもねジビエね面白いし、秋田ってすごいよね。すごい笹和湖らへんもすごい好き。旭川の人イルジディアさん、海外の人かな。でもこれ旭川って書いてあるよね。ルジディオさん、達夫と海子の大ファンです。旭川から買いに来ました。いつも楽しみにしています。すごいとこすげえろから来られる函館旭川来たよすごいね。キャンピングカーかな、旅しながら来たのかな。それか普通に気になるねちょっと。ありがとうございまありす。がとうございます。わ嬉しい。6月4日、いつも動画楽しみにしてます。楽しく見てます。うちのお父さんの名前達夫です。一緒じゃん。ありがとう。ありがとうございます。ありがとう。田村さん、5月5日。5月ね、だいぶ前だね。だいぶ行ってないってことだもんね、俺らは。そういうことですね。前橋に住んでいます。お二人の車中泊の旅、仕事をリタイアしたらやってみたいと妄想しています。左大臣つい買っていきます。これからも美味しいお料理見せてくださいね。田村さんありがとうございます。ありがとうございます。ご夫妻かな。イエーイ。なんかすごくいい匂いしてる。かぼちゃ炒めてる、もしかして。かぼちゃこれからインされる。今鶏肉。じゃあ何？鶏鶏肉か。5月4日また来ました。岐阜の中津川鈴木さん、また来ました。酢は本当に美味しかったですよね。酢うめえんだよ。酢うまいんだよ。今日買ってないけど。でも今日これ試飲したら酢に匹敵するかそれ以上だった。この濁りね、最初俺白木うめえなって思ったんだけど、その後で甘口が好きってことにだんだん気づいてきて、年数を重ねるごとにでそれに近い濁りがこれで、濁りの中だったら今これがいいかなって。今日早速いただいた酒粕を料理に入れようと思ってるんだ。いいね。ちょっとでこれからも見てます。仙台やっとここに来れました。会えるといいな。達夫さんと達夫さん、海子さん、ぜひお声かけください。もし見かけたら。ありがとうございます。3月26日ハイエースで車中泊中。達夫と海子ちゃんいつも家族で見てます。私は酒のつまみで見てます。わイエーイ。イエーイ。家族3人で父母子。私今年20歳なので左大臣さんのお酒飲みます。おーすごい、おめでとうございまその子の19歳の子が20歳になるんだ。でお酒飲めるようになるんだ。す。めでたいですね。小田原のガチャピンさんありがとうございます。ありがとうございます。飲みまくっちゃってください。潰れない程度に。岐阜の中津川の鈴木さん、さっき出てきたんじゃね？これ3月だからちょっとかなり前なんだ。達夫さん、海子さんいつも見させてもらってます。これからもお元気で頑張ってください。岐阜の中津川の5月4日のやつはで、これ2回目。この人2回来てくれてる。ありがとうございます。ご夫婦で2月25、ルリ子と高彦さん、達夫と海子さんへお二人に旅の楽しさを教えてもらってます。出会えるのを楽しみに旅します。いつも楽しく動画見ています。どこかでお会いできたら嬉しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。実際に旅してる人たちが結構多いイメージだね。そうだね。嬉しい。嬉しい。あとなんかこの手紙以外にも物が物がいろいろありまして、これいく。まずこれなんと手紙にがここに添えられてるんだ。秋田より10月9日、ちょっと最近だね。達夫さんの動画で刺激されキャンピングカーで旅する生活。何年も前からここ大利根酒造に来たいと思ってました。やっと来れました。つと水折り絡み買いました。おー、秋田の人ありがとうございます。そしてなんとこれ超かわいい。じゃあこの袋の中にもなんか入ってるよ。マジ？なんだ
これ秋田にこれさ、俺ら小銭入れの持ってるんだよね。うん。巾着袋だ。え、何？お手紙？開けます。お手紙？おお、手紙だ。めっちゃ長い。すげえ、しかもなんかすごいステッカーをいただいた。ロードアウト。なんかちょっとかっこいいステッカーも。かっこいいね。かっこいいステッカーも入った。ゾウ様海香さん。めっ字がめっちゃちゃ綺麗。めっちゃ字綺麗。羨ましい。めっちゃ綺麗。いつも YouTube 拝見させていただいております。私たちは秋田県北部に在住しているアラフィフアラカンの夫婦です。子育ても一段落し、平々ボンボンに暮らしていた日々でしたが、3年前突然世を襲った COVID-19 自粛生活を余儀なくされ、外出もままならず、生活が一変してしまった私たちでしたが、コロナ禍でも何かできるのではと思い考え出したのが車中泊。 DIY の大好きな主人が車を購入し、一から作り上げる予定で YouTube でお勉強いろいろ見ていく中で、奇跡的に出会ったのが達夫と海子の YouTube。 お二人の無理のない自然なやり取りに小気味良さを覚え、速攻チャンネル登録、そしてドハマり。動画がアップされるとすぐに視聴し、行き先や立ち寄った場所、海子さんのお料理などをチェックしたり、車中の構造や電源の取り入れ方、配線の仕方など多方面にわたって学ばせていただいております。本当であれば一から車中泊仕様の車を作り上げる予定でいましたが、偶然ハイエースベースのキャンピングカーに出会い即購入。そこから自分たちで過ごしやすい空間を少しずつ DIY しながら作り上げ、今はその車に乗って車中泊を楽しんでおります。おー、素敵。いいじゃん。キャンピングカー買ってそれを改造するのもいいよね。勉強になるし、ビルダーが作ったやつって。今現在まだ仕事をしているので憧れの気まま旅はお預けですが、6月下旬秋田にいらしてくださり、車中泊や釣りを楽しんでいる動画を拝見し、お会いしたかったと残念でなりませんでした。でも小賀でアジたくさん釣り、小賀を気に入ってくださりとても嬉しかったです。海子アジ爆笑してた時。アジ爆笑した、超楽しかった。しかもアジうまいからね。あとなんだ、俺キス釣ったのかな、秋田で。キス釣ったね。今回は連休を利用し3泊4日の予定で秋田を出発し、新潟長野を経由してからの群馬入り、そしてお二人大好きな大利根酒造さんでお酒を購入するために立ち寄らせていただくことにしました。以前動画で大利根酒造さんにたくさんの方がお手紙を持ってくるということを知り、私たちもぜひにと思いお手紙とお土産を持参しました。本当はキャラバンのミニカーにラッピングができたらよかったのですが、いろいろ不具合が生じるということからトラックにラッピングをさせていただきました。まさか？ちょっと開けてみて。出してみるね。うわー、やばい。ラッピングトラックもどうぞご堪能ください。すごい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 、超すごい。これどうやって作ったん？すごくない？マジか。ちょっとこれすごい。すげえ、ラッピングってうわ、達夫と海子のロゴ入ってる。すごいすごいすごい。ああ、なるほどね。トラックだとこの面がまっすぐだから綺麗にできるんだ。やりやすいってこと。すげえ、感動だわ。でこんなことできるんだ、すごい。いや、びっくり、ありがとうございます。ありがとうございます。すごいね、これ。そして主人の手作りです。めっちゃ器用やね。いつかどこかの地ですれ違ったりお会いできることを楽しみに、私たちも車中泊旅を楽しんでいきたいと思っております。お二人様ともこの後もどうぞご安全に車中泊旅を楽しんでくださいね。今後もお二人の YouTube 楽しみにしております。お体に気をつけてお過ごしくださいね。突然のお手紙失礼いたしました。いやいや、とんでもない。すごい。これこの人たちのステッカーなんだ。すごい。ロードアウト。かっこいいね。なんかすごいセンスいいね。ありがとうございます。ありがとうございます。秋田のご夫婦。ロードアウトさん。ロードアウトさん。秋田のこのさ、この袋結構使えると思う。なんかいろいろ入れるのに。サイズ感がいいもんね。サイズ感がいい。じゃあこれいくよ。
達夫くん、海子ちゃん。何うちは？アイスキャンでうちはかわいい。 8月だ、夏だった。うん。達夫と海子を見て我が家もキャラバン車中泊楽しむようになりました。名水の里天神、どこ？この近くにあります。うん。あ、谷川岳の方かな。天神平とかそっちの方かな。ぜひ行ってみてください。茨城県古河市。ひろきと愛子さん、ありがとうございます。ありがとうございます。 11月4日、先月。なんかめちゃいっぱい入ってるよ。えあ、歯ブラシだ。歯ブラシ。何これ。直江兼次。何かっこいい。超かっこいい。何これ。これあれじゃん、あの人じゃん。なんかなんだっけこの人。北の国からの人。それをクーみたいにしてくれたんだ。あ、クーってやってんだこの人。あ、フルティルトだ。これ俺のスキー靴のブーツのメーカー。あ、そうなの。この人何、スキーヤーかな。達夫と海子さんへ、いつも動画を楽しく拝見しています。11月4日、お二人の何気ないトークに癒されて大好きになりました。達夫さんの何でも自分でやっちゃうところ、やっちゃえ日産みたいな感じね。あれ A ちゃんだよね。これ A ちゃんか。あ、これ矢沢永吉か、もしかして。海子さんの料理の腕前と行動力には尊敬してしまいます。また今度地元の山形にいらしてください。ガッサンの残雪期の春スキー&登山も面白いかと思います。お体に気をつけてこれからも頑張ってください。直樹さん、ありがとうございます。直樹さん、ありがとうございます。あ、これ山形のさ武将か、直江さんって。そういうことか。謙信さんもさ山形だよね。うん。達夫と美子さんへ、いつも楽しく動画を拝見しています。いつかどこかで会えるかなと思いつつ、私も彼と一緒にいろんなところへ旅行へ行き、素敵な景色、美味しい料理にお酒に癒されています。今年は佐渡の辺見酒造ね、に行き、イタルをゲット。イタルね、そして今日大利根酒造で左大臣をゲットする予定です。お二人のやりとりも大好きで、動画を通してたくさんのパワーをいただいております。いや、この手紙から俺らがパワーもらってるわ。いや、逆だよ、逆にもらってるよ。癒されています。これからも楽しみにしていますので、お体を大事に、お二人らしく旅を楽しんでください。米沢市の MH さん、米沢ね、米沢ラーメンとかね。ありがとうございます。直樹さんと MH さんでいいんだよね。MH さんね。カポーかな。多分カポーだよね。で、それぞれお手紙を書いてくれた。ありがとうございます。ありがとうございます。すげえ。お手紙を書いて持ってきてくれたんだね。すごい。ライド東北に乗る。ついで最後の一つ綺麗な袋に入っているんだけど、5月5日竹本さん5月5日。おお、すごい。うわ、めっちゃ嬉しい。めっちゃ嬉しい。これスポンジ。あ、これも使う。実用的なのきた。しかもめっちゃ可愛い。ガンガン使わせてもらいます。猫と魚やし、可愛い。超可愛い。可愛いこれ。超可愛い。なんか汚したくない。広島のケイトキさんとキョンさん。はい。達夫様、海子さんもはじめまして。いつも達夫と海子 YouTube。じゃあ最後海子読んで。はい。だよね、ずっと俺読んでたけどね、海子の方が読むのうまいから。そうかな。達夫様、海子様、はじめまして。いつも達夫と海子 YouTube を楽しく視聴させていただいております。お二人の影響で沼田市と日本酒に興味を持ち、今回人生で初めて群馬県を訪れました。旅行が好きな私たちはお二人の動画を多数参考にさせていただいております。念願の場所に来ることができて嬉しいです。海子さんより年齢はずっと上の私だと思いますが、海子さんの娘になって手料理を食べたいと常々話していますありがとうございます。これからも素敵な動画を楽しみにしております。いつか広島にも遊びにいらしてください。お待ちしております。広島ね、行きたいよ。広島ね。でもあんまなかなかタイミング合わん。そう、タイミング合わなくて、開拓したいんだけどできてないところの一つ。そう。広島市在住ケイトキさん、キョンさんが今年の5月5日。ありがとうございました。ありがとうございます。そしてすごい可愛いプレゼント、マジでありがとうございます。